皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は4月中旬です。前回の動画を撮影してから1週間経ったところです。この間、蜜源植物には大きな変化がありません。フキノトウとエゾノカワヤナギが蜜源植物です。ただし、フキノトウの草丈が伸び、そしてエゾノカワヤナギは開花の程度が増しました。前日の夜中から撮影当日の未明にかけて結構強く雨が降ったために大気がすっかり冷やされてしまいました。おまけに撮影を行った日の天気はご覧のような曇り空でしたから、日差しで空気が温められるようなこともありませんでした。養蜂場から 10km ほど離れた最寄りのアメダス観測所のデータによりますと、撮影当日の最低気温は4度で、最高気温は11度にまでしか上がりませんでした。養蜂場付近の日陰に設置してある温度計でも13時の気温は 11.5 度でした。ここまでの過去の動画の中でもお話ししてきましたように、個体数の少ない蜂群には低温の下での内見は極力控えた方がよろしいという教訓を私たちは得ておりましたので、この日は巣箱の内見を行わないことにしました。ただ、内見は今申し上げましたように行いませんでしたが、その一方で巣箱の周辺を清掃したり、あるいは巣門を通過する蜂たちの様子を観察したりしました。気温が低いためでしょう。巣門を出入りする蜂の数はご覧のようにあまり多くはありませんでした。巣箱の周辺を清掃している最中に寿命を終えた蜂たちの亡骸を10体拾いました。ミツバチは非常にきれい好きな生き物なので、巣の中に亡骸がある場合にはそれを巣の外にせっせと運び出します。この時期の亡骸は今年の春に羽化した個体ではなくて、昨年の秋に羽化して越冬した個体でしょう。彼女たちは冬の間一生懸命に体を震わせて熱を出し、巣の中を温めた勇者たちです。お役目ご苦労様でした。さて、10体の個体を点検してみたところ、1体を除いて他の9体は特に気になる点はありませんでした。その気になる点があった残りの1体がこれです。ご覧のように羽が縮れていて、幼虫かさなぎの時にダニに寄生された結果発症するバロア病特有の症状が見られます。この個体はおそらく昨年の秋に羽化し、巣の越冬に参加して先ほど言ったような役目を果たし、そして最近命を引き取ったのだと思います。以前の動画でも申し上げましたように、この養蜂場では昨年の夏から秋にかけて非常に深刻なミツバチヘギイタダニの被害に見舞われました。その結果、蜂群の数が激減し、結局最小の群数で越冬に臨むことを余儀なくされました。越冬は何とか成功することができて、ダニを乗り越えた群は今年の春を無事に迎えることができたんですけれども、その越冬の過程でもともと少なかった蜂の数がさらに大きく減ってしまいました。越冬は蜂が実をすり減らして行う消耗戦なので、越冬の過程で蜂の数が減るのは致し方ないことです。ただ、養蜂場では蜂群の数が減り、そして残った群でも蜂の数が大きく減ったという状況が養蜂場の存続にとって危機的な状況として認識されることになりました。これも以前の動画で申し上げたことですが、この場合ダニに対して抵抗性を持っている生き残った蜂たちを大事に育てて大きな群に育て、
さらに分蜂させて群数を増やせばよいという考え方ももちろんあります。そしてこうした方法がむしろ王道と言えるでしょう。ですからこの養蜂場ではこの方向性に沿って今年の経営を行っていくことになると思います。つまり個体数が少なくて心細いんですけれども、生き残った蜂たちを大事に育てて増やす方向で進んでいくことになると思います。しかしこのような判断に至るまでには曲折があったこともまた事実でして、これからそのお話をします。そしてこれが今回の動画のメインの部分になります。どういうことかと言いますと、昨年、つまり2024年の暮れから私たちはいくつかの大規模養蜂場や養蜂器具専門店に問い合わせて種鉢を購入することができないか、その可能性を打診してみました。その結果、衝撃の事実が明らかになったのです。結論から言うと、買うことができる鉢がどこにもないのです。以下は鉢の購入を打診した先で聞き取ることができた内容です。1、売ることができる鉢はありません。常連様が優先です。2、史上最悪の鉢不足だ。ダニ駆除剤を抜いた途端にダニが爆発的に増えてしまう。3、今までの経験が全く通用しない。ダニ駆除剤を入れっぱなしにしておかなくてはいけない。4、冬に女王蜂の産卵が切れない。蜂を売るとするとダニ付きの蜂を売ることになってしまう。5、ただし養蜂家によってはダニのダメージを受けてない養蜂家もいる。6、蜂にびっくりするような高値がついている。7、蜂の数が減ってしまったので今年は蜜を絞らないで蜂作りに専念する。8、今年の果物や野菜の受粉が心配だ。はい、以上ですが、こうした声は多くの養蜂家さんたちが深刻なダニの被害に見舞われて蜂不足に陥っていることを示しています。聞き取った先は日本全国のあちこちの養蜂家さんや蜂屋さんなんですけれども、こうした蜂不足は全国的現象である可能性があります。深刻なミツバチヘギイタダニの被害を被ったのはどうやら私たちの養蜂場だけではなかったようです。ただしこうした結果はあくまでも私の個人的な聞き取りの結果なので、より確実な認識にまで高めるためには、やはり統計資料の裏付けが必要でしょう。農林水産省は毎年養蜂をめぐる情勢という文書を出しています。この養蜂をめぐる情勢の中には全国の蜂群数のデータも出ていますから、その蜂群数のデータを見ると、もしかしたら昨年から今年にかけての全国的な蜂群数の減少を統計でも確認することができるかもしれません。養蜂をめぐる情勢の昨年版はすでに農林水産省のホームページで公表されていますけれども、今年の版はまだ公表されていません。昨年から今年にかけての蜂群数の減少を確認するのは、その養蜂をめぐる情勢の本年版が公表されてからになります。こういう作業をまだやっていないので、昨年から今年にかけての蜂の減少というのは、未だ仮説であるというふうにしておきたいと思います。ですからこれから申し上げることは少し先走ったお話になります。どうかそういうものとしてお聞きください。どういうことかというと、
ミツバチの数が近年世界的に減っていることがマスコミなどでも取り上げられることがあります。ですから皆様の中にもお聞き及びの方もいらっしゃろうかと思います。しかし、昨年から今年にかけての日本のミツバチの減り方は、こういった一般的な流れのさらに上を行く、言うならば質的に違うものである可能性があるということです。近年ミツバチが減っている背景としては、農薬の影響であるとか、ミツバチの生息環境が悪化している影響であるとか、あるいは温暖化の影響などが指摘されてきました。しかし昨年から今年にかけて日本でミツバチが激減したことが仮に事実であるとしたならば、私はそこには温暖化が非常に強く影響していると思っています。温暖化がミツバチヘギイダダニの繁殖にとって理想的な環境を作り出してしまったのです。特に春に暖かいと女王蜂は多くのオスバチの卵を産みます。そしてオスバチの有害胞樹はダニが増える際の温床になるのです。また冬が暖かいと冬にも女王蜂が産卵し続ける地域が増えます。そしてミツバチが産卵育児を1年を通じて行うようになれば、それとともにダニも繁殖し続けることになります。こうして引き起こされることになる歴史的な蜂不足は、単に蜂蜜生産量が減るという結果をもたらすにとどまりません。ミツバチは多くの果物や野菜の花粉を媒介しています。ですから蜂不足は果物不足、野菜不足と直結した問題なのです。今世間では米不足がホットな社会問題となっていますが、しかし今後食料問題の第2弾として果物不足、野菜不足が取り沙汰される日も近いのではないかと私は懸念しております。はい、今回はここで失礼させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。なお登録・高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。